今ね一番寒い時期、小寒あと1週間もすると、大寒になるわけですが、1年の中でも一番寒い時期ですよね。その時期に、けなげに咲いている日本水仙、菜の花、そして顔を出したフキノトウですね。この3つを組み合わせて描いてみようと思います。今日の紙はホワイトワトソンを 6P サイズに切っています。F サイズよりちょっと細長い形になります。絵の具はホルベインです。クリムソンレーキ、レモンイエロー、ガンボージーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バーンタンバー、以上8色でね描いてみようと思います。色見本をね作ってみます。日本水仙は白い花びらなんですが、菜の花が黄色っていうことでレモンイエローを中心に色を作っていこうと思います。レモンイエローですね。これに少しサップグリーンを混ぜて明るい緑色ですね。もしくはセルリアンブルーを混ぜて少し冷たい緑色、さらにバンタンバーを混ぜて暗い緑色っていう感じにしていこうと思います。フキノトウの中に少しね赤紫色を感じます。セルリアンとクリムソンレーキで作ります。もうちょっと赤くってもいいですよね。こんな感じですね。だから器は備前焼のビールジョッキなんですけど、あまり備前焼の色にこだわることはないと思いますので、花の色に合わせて器の色は決めていこうと思います。ちょっとね色味的にはちょっと幅が狭いんですけど、今使わなかった他の色も適宜入れながら色味の幅を少し広げていこうと思います。で下絵を描きますね。今日の光は右上からにしておきます。備前焼の器をだいたい今この真ん中よりもかなりね左寄りに置きますね。もうちょっと高く背丈をね高くしておきますね。で、これをこんな感じでしょうかね。フキノトウ、結構大きなね立派なフキノトウです。こんな感じで置いてみようかなと思います。そうするとサインはねこの辺りに入ってこれると思いますので、そして、下に菜の花、上に日本水仙っていうことになるんですが、ここがぽっかり開くと非常にまずいので、絵の中心この辺りですので、菜の花、菜の花、菜の花の葉っぱ、そして日本水仙、こっちにも一つ菜の花っていうことで構成していってみようと思います。で日本水仙なんですけど、普通の水仙と違って1本茎があるとそこから4つなり5つなり花の柄が出て、そこの先に花がつくっていう構造になっています。そして菜の花なんですが、先っちょにこう一つ花の塊がつくだけじゃなくって、途中も枝分かれしながら菜の花がついていくっていうことです。これを描く描かないはねその時の都合によって決めたらいいんじゃないかなと思いますね。から菜の花の葉っぱなんですが、もともと菜っぱですから、こんなにね大きなくねくねした葉っぱになるわけです。どんなに風にでも曲がりますので、そこはね都合よくここに1枚欲しいわっていうところにはめていけばいいかなと思いますね。じゃあちょっとね丁寧に下絵を描いてみますね。はい、下書き描き終わりました。ここにねフキノトウを2個少しね増やしました。1個2個3個4個5個、向こう側にもね5個目6個目も描いていいかなと思いますね。
水線は一応3本書いていますが、将来的に増やす可能性はあります。じゃあここから下塗りに入っていきますね。まずレモンイエローをしっかり溶いて、水線のね白い花びらの部分だけはちょっと残したいので避けるようにして塗っていきますね。他のところにはね入っても構いませんので、葉っぱ空間、あまり関係なくね、入れていってください。それから菜の花の花びらなんですが、全部黄色にするんじゃなくてちょっと一部ね白っぽくしたいので、その部分もちょっとだけ残しておいて、あとは黄色を入れていくっていう作業になります。はい、じゃあぼかしますよ、水筆で。はい、ざっくり伸ばしました。はい、じゃあこの続きにサップグリーンを足して明るい緑色ですね。続きに入れていきます。はい、これもぼかします。ここにもねサップグリーンを足したものを入れておきますね。はい、じゃあ取っていきますよ。あまり厳重にねきっちり入れない方がいいかなと思います。まだまだ下塗りの段階ですので厳重にやらなくてもいいと思いますね。はい、続いてクリムソンとセルリアンブルーを混ぜます。赤紫色ですね。しっかり薄めてこういうところですね入れていきます。この辺にもね入れていきますよ。だんだんこのセルリアンを増やします。青紫になっていきますよね。で続いてコバルトブルーを増やします。でしっかりぼかして取っておきます。ここら辺にくすんだ色を持ってきたいのでウルトラマリンディープとバンタンバーを混ぜます。これをねこの辺に持ってきますね。バンタンバーをねちょっとしっかりめに効かせますよ。備前焼きっていうことにこだわるわけではないんですが、少しこの辺を暗くしたいっていうこともあって、ちょっとねこういう暗い灰色っぽい色をちょっと入れておきます。からここの中ですよね、この中心部にも少しね入れておきます。はい、ぼかします。はい、取っておきますね。これで下塗りができたかなと思いますね。あまり強い色がしっかり残りすぎない方がいいので、あらあら取っちゃいますね。
はい、じゃあこれでねちょっと乾かします。はい、下塗り乾きましたので少し細かい作業に入っていきたいと思います。菜の花の黄色を塗っていきたいと思います。レモンイエローに少しねガンボジーを加えます。暖かい色になりますよ。菜の花って十字架植物で4枚の花びらがあるんですが、4枚のうち3枚あるいは2枚塗るっていうことでやっていってみますね。はみ出して全然構いませんのでね、むしろはみ出した方がいいかもしれないですね。鉛筆で描いているところをこう塗っているわけですが、鉛筆で描いていないところにも実は菜の花があるんですよっていうことで、例えばこういうところですね、向こうの方に本当はね菜の花がまだ咲いていたんですよっていうことでつけていきます。で同じついでのことなんですけど、日本水星のこの真ん中の部分ですね、これもね一応塗っておきます。同じような色で構わないと思いますので塗っておきますね。はい、じゃあちょっとこの作業をやってみます。はい、点々とね黄色をつけてみました。じゃあ次にねこの色にサップグリーンを混ぜますね。菜の花の葉っぱおよび水仙の葉っぱ軸ですね、荒々なぞります。厳重にしない、これもね。で菜の花の葉っぱなんかもね全部塗るんじゃなくって、一部塗っていくみたいなつもりで塗られるといいかなと思います。じゃあこれもやってみますね。ではこれからね線描に入っていきます。暗めの緑を作りますね。サップグリーン、コバルトブルー、バンタンバーです。菜の花の塊の隙間を塗ります。それとこの同じ色で水仙の葉っぱの輪郭線を取ります。葉脈も描きます。単子葉植物なので葉脈は平行に入ります。はい、この作業をこの色でレモンイエローを混ぜて明るい色にしますね。これで菜の花の葉脈を描きます。すごくねシワが非常にくねっているわけですね。その感じを出すと菜の花っぽくなるかなと思いますね。じゃあちょっと菜の花の葉脈を描いてみます。じゃあ続いて水仙ですね。輪郭線をね曖昧な色で作っておこうと思います。赤紫、青紫、この辺りの色でね細くね太い線で描かないっていうことです。それと菜の花の輪郭線も少しね描いておこうと思います。願望地にバンタンバーをちょっと入れて暗くしますね。なるべくね細い線で輪郭線を取ります。これも全部取る必要はありませんのでね、ある程度してくださったらいいんじゃないかなと思います。はい、ほぼ全ての輪郭線と、固有色が荒々入ったという感じですね。ここから絵的な処理ということでやっていきたいと思います。でまずね一番印象的でないといけないのはここなわけです。コバルトブルーもしくはウルトラマリンディープをしっかり溶かします。ここですね。水筆でぼかします。クリムソン冷気ですね。ちょっとだけ差し込みます。取っていきます。あまりね強烈すぎるといけないのでちょんちょんと取ります。で今度こちらの方に行きます。今の同じ色に少しねバンタンバーを入れますね。ちょっと濁らせるっていうことです。しっかりぼかします。
はい、ではこれもちょんちょんと始末をしておきます。からこちらのはい、こんな感じでね、埋めていってみますね。はい、ちょっとねここの黒い部分が広すぎたのでここをちょっと削ってここに菜の花を一つね復活させようと思います。で次に日本水仙の花びらの重なりですね。赤紫あるいは青紫、ちょっと濁り加減でいいかなと思います。下になった部分影ですよね。ちょっと影を入れていきます。しっかりね水で伸ばしてあまり不自然にならないようにしておきますね。はい、こんな感じで入れておきます。はい、一応ね影がつきました。さらに細かくこのひだですよね、真ん中にひだ状のこうくぼみがあるわけです。塗っておきます。で翻った部分は当然影になりますのでね暗くしておきますね。はい、だいたいこんな感じですよね。それからカップの中を暗くします。ガンボジーとバンタンバーを混ぜて茶色っぽい黄色を作りますね。で中を少し暗めに塗るわけですが、おしべめしべがこう見えるわけです。それが白くポツポツ残るように暗くします。同じ色でこの復活させた分の周りをね線描でかっちりさしときますね。はい、そしてバンタンバをもっと足した分でこのプツプツの一部をね点々としておきますね。はい、そしてここの方ですね、干からびた感じでねここへついて残っています。同じような色でね塗っておきますね。はい、そしてここの線です。バンタンバーとウルトラマリンディープで作った暗い色でちょっと線書きをねしておきますね、ここにね。からここの口の部分ですね、線らしきものを入れておきますね。ということはここの葉っぱがもうちょっとここ膨らんでないと困るわけでこの辺までね膨らましておきます。はい、水仙の葉っぱをねもうちょっと青っぽくしたいのでコバルトブルーを多めに入れた緑っぽい青色で上からねさっくりなぞっておきます。あとも何本かやっておきますよ。そして木の塔ですね、ここの切り口のこの傷んだ感じ、これを茶色でね少し入れておこうと思います。場所によって影の色としてちょっと暗めの色をね投入しておきます。茶色っぽい色もねところどころにこう入れた方がいいかなと思いますね。ちょっとだけ茶色も入れておきました。そしてここの影がちょっと足りない感じがします。もうちょっとね暗いねバンタンバーとウルトラマリンディープの暗い色をここにもね差し込んでおきます。これはコバルトブルーですね。から当然ここにもね影が映るっていうことになりますのでここにも影をちょっとねつけておきますね。じゃあちょっと水仙だけ完成させてみますね。はい、水仙の葉っぱもね全部青っぽくしました。
で今ね全体を見た時にここがちょっとね物足りない感じがしますので、ここに後ろの水栓を足します。コバルトブルーをしっかり使ってサップグリーンバンタンバーを入れて、ここですね、ここへ新たに水栓の葉っぱなり軸なりを入れていきますね。点描で水栓の花びらをちょっとだけそれらしくね描き足しておきますね。頬のようなものもねここにちょっとつけておきます。でさらに葉っぱをちょっと足します。ここですね、ここを通ってここへ入る、ね、かなりこれでここが塞がったかなと思います。ここら辺りがちょっと相対的に弱くなっちゃいましたので、ガンボウジとバンタンバで茶色っぽい黄色を作って、この辺りですね、その横にレモンイエローをしっかりといって、花びらでない白地がポツポツ、塗り残してる感じのとこがありますので、そういうところをねちょこちょここれでね埋めておきますね。はい、そして葉っぱの周り、この菜の花の葉っぱですね、これもちょっと強調したいのでレモンイエローとサップグリーン合わせた明るい緑色ですね、それをこの辺り葉っぱの一部をかけて塗っておきます。はい、そしてぼかします。から赤紫色をねもうちょっと作って、セルリアンブルーとクリムソンレーキですね、薄くしといて水栓の周りにちょっと差し込みます。はい、でこれもぼかします。ここのちょっとクマができそうなので、ここはね解消しておきますね。ちょっとこのポツポツを忘れていたりとかいうことはあるんですけど、これでほぼほぼ完成っていうことにしたいと思います。サイン入れときますね。サイン済んだんですが、ちょっとここが物足りなかったので、ここに赤紫色ですね入れて、黄色と赤紫のグラデーションをもう少しここで強調しておこうと思いますね。味付けですね、絵の中心この辺りっていうことで、ここが物足りない感じがしますので、赤紫を差し込んでおいて、しっかりレモンイエローをにじませますね。ここはちょっとね足しておくべきなのかなっていう気がします。ここら辺りですよね。でこれの軸がちょっと見えづらいので、もうちょっとねしっかり軸を見せてもいいかなって思います。このカップのね付け根の部分がちょっと明るすぎる感じがしますので、ここをねちょっと暗くしておきます。
この始末がちょっとやりきれてない感じがしますので、もうちょっとレモンイエローをしっかりこの辺りに入れて、グラデーションね、お水でしっかりしておきますね。この辺もね、もうちょっと曖昧にしといてもいいかなと思います。ここのね、線がちょっとねぼんやりしてますので、もうちょっとだけはっきりさせます。もうね、少し茎なり花の柄なりをね、ちょっといるかなっていう気がしますね。ちょっと葉っぱのね、こう片割れがこう見えてるよみたいなのをちょっとここへつけておきますね。はい、じゃあ今度こそ完成です。